フルーツ盛りだくさん。発見音楽塾先生の星部翔です。さあ本日のテーマはこちら、ドン。作曲者ガチプレゼンお茶の間よりどり緑編。はい、やってまいりました。さあこちらの番組、ハロプロ楽曲を用いまして難しい印象のある音楽理論作曲についてを学び、ハロプロ楽曲をより深く味わっていこうという番組になっております。さあ本日のテーマは2023年7月26日発売、彼女たちお茶の間の3枚目のシングルの4曲目に収録されておりますよりどり緑。こちらの楽曲について解説を行ってまいりたいと思います。作詞は児玉雨子さん、作曲は私星部翔、そして編曲は板垣佑介さんとなっております。民族舞踊を元にしたダンサブルな楽曲ということでですね、もう非常に踊り出したくなるような明るい楽曲となっております。さあこちらの楽曲、どのようなお題をいただいて作ったのか、そしてどういう制作過程であったのか、そしてどんなところにこだわっていったのかということについて解説を行ってまいりたいと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いします。さあでは早速やってまいりましょう。まずはこちらです。ドン。会社からの明確なお題。さあ楽曲作る時もね、いろんなパターンがあるんですけども、こちらよりどり緑に関しましてはですね、会社からつまりアップフロントからの明確なお題をいただいて作り始めました。さあそのお題はどういうものだったかというとこちらでございます。ドン。フォークダンスとフルーツ。このフォークダンス、つまり民族舞踊をモチーフにしてフルーツの楽曲を作ってくださいというお題でした。さあかなりですね、トリッキーなお題をいただいたわけなんですけれども、さあこの会社からのお題にですね、見事答えてくれそうなメンツということで白羽の矢が立ったのがですね、児玉雨子さんと私星部翔でございます。さあということでお題とメンツが決まったところで、さあどうやって作っていこうかということになりまして、決まったのがこちらですと、作詞でフルーツ感、そして作曲でフォークダンス感、これを出していこうということになりました。フォークダンスですからね、これ音楽性ですからね、ここは私に任せてくださいということで、そしてフルーツ感はですね、なかなか音で表現しづらいところなんで、ここは児玉雨子さんの歌詞にお任せしようということで、こういう風な役割分担が決まりました。さあということで、このフォークダンスミーツフルーツで1曲作っていこうという流れになりました。続きましてはこちらですと、視線で制作スタート。さあこの視線というのはですね、歌詞を最初に作って後でメロディーを乗せていくという歌詞先行型の制作方法です。過去にもですね、児玉雨子さんと私この視線で作った曲何曲かあります。思い当たるのがですね、まずビヨーンズのビタミンミーですね、そしてアンジュルムのシャカシャカトゥーラブ、そして今回このお茶の間のよりどり緑も視線でスタートしております。こういう風にフォークダンスとかフルーツってもう明確なお題がある時はですね、やっぱり詩を最初に作って後からメロディーを乗せていくという方が多分制作方法的にすごく理にかなっているなと我々も感じております。だからどちらかというとタイアップ案件とかはこの視線の作り方が非常にいいのかなと思っております。ということで、このフルーツをモチーフにして雨子さんが歌詞を書き始めました。さあこのフルーツの歌詞を書くにあたって、雨子さんがテーマにしていたワードがありました。こちらですと、夢、自分らしさ、無限の可能性、フレッシュ。非常にフルーツと親和性の高いね、あとはもうお茶の間もデビューしたてのフレッシュなグループですからね、このテーマとお題性非常にフィットしてるかなと思います。さあそんなこんなで歌詞を書き始めました雨子さん、こちらですとワンコーラスをほぼ1日で作っております。早いですね。これビタミン B の時もそうだったんですけどね、非常にスピーディー。もうこんな感じでどうですかっていうのがもう1日で仕上がってきますんでね、これでも大枠はバチッと固まったわけでございます。さあそのワンコーラスの歌詞を私いただきまして、さあ曲作り始めましょうとなりました。続きましてこちらですと、フォークダンスといえば、まずはこのお題としていただいているこのフォークダンスね、この辺を自分なりに音楽的に分析した上で作った方がね、効率がいいのでね、まずはフォークダンスといえばってね、思い浮かんだのはね、もう皆さんも思い浮かぶかなと思うんですけども、こちらです。ドン。マイムマイム。さあこちらで学生時代とか皆さんキャンプファイヤーとかやったことありますからね。僕も学生時代ねやったことありまして、なんかみんなでね手を組んで円になってですね、火の周りをぐるぐる踊るんですよね。またなんかちょっと懐かしいようななんかエキゾチックなメロディーに乗せて踊るんですよね。でそしてこの掛け声ね、マイム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 ベッサソーンですよね。このベッサソーンに合わせてこのキャンプファイヤーの火を蹴ろうとするような悪ガキでしたけどね、大変怒られましたけども、そんな感じでみんなと踊ったいい思い出があるんですけども、このマイムマイムね、とりあえず子供なんでね、歌詞とかワードはね覚えるんですけども、
意味は全く分かりませんでした。多分ね、先生も教えてくれたとは思うんですけどもね、全然覚えてなくてですね、改めて調べると、マイムっていうのはですね、水という意味だそうですね。皆さんご存知でしたかね。そしてこの楽曲自体がイスラエルの楽曲であるということです。マイムは水、そしてベッサソンって言葉はですね、喜びのうちにっていう意味だそうです。水を喜びのうちにって言ってるんですね、あれね。これ元をたどるとですね、イスラエルっていうのは様々な宗教の聖地になってますよね。そしてこの旧約聖書の中にこのマイムマイムベッサソンってこの言葉、このフレーズがあるそうで、そこから生まれている楽曲であるということです。マイムマイムベッサソン以外もこう前後あるらしいんですけど、文字がね。これ何を歌った歌かっていうとですね、乾燥地に入植した開拓者たちが水を掘り当てて喜ぶ様を表している歌だそうです。だからこう水が出たって言ってみんなで手つないでこう喜んでるっていう様なんですよね。あ、そういう歌なんだと思って。だからちょっとこう楽曲も少しマイナー調の暗い感じからだんだん明るくなるっていう曲調ですよね。だからすごくこう明暗がパッキリ分かれてるような印象の楽曲です。ということでフォークダンスっていうのは広い意味で言うと世界のこの民族舞踊になる音楽ですので、例えばブラジルのサンバとかね、日本の盆踊りとかも入るみたいですね。あとはコサックとかね。フォークダンスっていうと日本人的にはこうマイムマイムを想起する人多いんじゃないかなと思います。ということでこういう雰囲気ねというのはこの楽曲からまずはこう取り入れたわけですね。そして続きましてこちらです。ドンドッタンドッタンなリズム。このドの部分はこのバスドラムキックのドですね。そしてターンはこうスネアのターンですね。ということでドッタン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 、こういうこう軽快なリズム感なんですよね。ということでこのドッタンドッタンなリズムはこのよりどりみどりのイントロ部分からしっかりと入れています。あとはサビもこのドッタンドッタンなリズムですね。ということでリズムのモチーフはこのドッタンドッタンになってます。ここも注目して聴いていただけるとお分かりになるかと思います。マイムマイムもこのドッタンドッタンなノリなんですよね。そして続きましてこちらです。とヘイの掛け声。なんと言いましてもこのマイムマイム一番気持ちいいところがみんなでヘイヘイってやるとこなんですよね。みんなで一斉にやってるノリがねすごくね気持ちいいんですよね。ということでフォークダンスっていうワードからですね、マイムマイムあったなとか、ドッタンドッタンなリズムだったなとか、あとはヘイっていう掛け声とか入るような勢いのある軽快な音楽性がいいだろうなということで、なんとなく全体像をですねここでこう思い浮かべるわけですね。そこからメロディーとかコードとか細かいことを決めていきました。さあでは続きましてこちらです。作曲についてということで、まずフォークダンスについてざっくり分析した上で作曲に取り掛かっていきました。まず作曲する上で大事なポイントですね。まずこちらです。BPM を早めに設定、128から152ということで、この128っていうのがですね、大体こうマイムマイムのテンポ感 BPM128 くらいだったんですよ。BPM128 のテンポ感こんな感じです。これくらいね。はい。バババラバババババラババババラバババマイ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 ムバッサソンですね。128って言うとこれぐらいなんですね。これでもいいんですけれども、アイドル楽曲としてはもうちょっと早い方がいいなと思いまして、それでマイムマイムの128から152っていうことでね、かなり上げました。この152っていうのはこのよりどりみどりの BPM になります。これどれくらい早いのか聞いてみましょう。これくらいですね。3、はい、ドバラバラパッパッパッパーパラバラパッパッパッパーパラパラパッ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 パーパラパラパラパッパッパー、これくらいです。結構早いですよね。もうちょっと心拍数が上がるくらい、ランニングするにはいいくらいの感じですよね。ということでまずね、この BPM の速さで結構印象変わるので、ここ結構大事だったりします。ということで128から152に変えたんだよということでございます。続きましてこちらです。明暗のドミナントモーション。さあこのドミナントモーションというワードもね、皆さん知ってますかね。この発見音楽塾を最初から見てる方はこのドミナントモーション1回だけ出てきてるワードです。ここで改めて復習がてら皆さんちょっと学んでいただければと思います。まずコード進行の授業でね、かつて言ったんですけれども、コードにもですねいろんな役割があるっていう話です。もうざっくり2つ解説します。まずですね、トニックっていうワードがあります。トニックはですね、すごく居心地のいい場所だと思ってください。家とか自分の部屋みたいなものです。そしてこのトニックと対照的な役割にあるのがこのドミナントっていうコードの役割なんですよ。ドミナントっていうのはですね、非常に居心地の悪い場所です。ちょっとこういった表現がいいかは分かりませんけども、なんか職場みたいな感じ。居心地のいい職場の人は全然いいんですけどね。なんかちょっと嫌だなって場所あるじゃないですか。そこがドミナントだと思ってください。コード進行というのは緊張と緩和の連続で大体出来上がってるんですね。トニックが居心地がいい。そしてドミナントっていうのは居心地が悪い。
ということで、居心地の悪いところから居心地のいいところに逃げ込む、これがドミナントモーションです。このドミナントモーションの一番分かりやすい例として挙げられるのが、お辞儀する時のピアノですね。これが一番分かりやすいかと思うんで、ちょっと弾いてみたいと思います。ドレミファソラシドってドがここなんですけども、ドを基準にした C メジャーというコード、これがトニックです。そしてドミナントは1、2、3、4、5番目 G メジャーというコードです。そして1番目の C メジャーに戻るということで、連続で弾くとトニックからドミナントいって気持ち悪いからまたトニックに戻る。はい、これがドミナントモーションです。厳密に言うと5番目は G7 とかセブンス入れた方がいいんじゃないかとかあると思うんですけど、ちょっとそこは一旦置いといて、もうちょっと居心地悪い感じを味わってもらうためにちょっと弾いてみます。こんな感じ。まず1番目 C メジャー、そして G メジャー。はい、ここで終わるとですね、非常に気持ちが悪いですね。C メジャー、G メジャー、C メジャー弾いてってなりますよね。なんとなくわかりますかね。ということで、居心地の悪いドミナントというコードからトニックという居心地のいい場所に戻るというのがドミナントモーション。これがマイムでもですね、結構使われてます。あともう一つ解説したいのが、ここに明暗のって書いてますよね。今は明るいドミナントモーションの例でした。暗いドミナントモーション、ちょっと聞いていただきたいと思います。暗いドミナントモーションは、ここ1番目だとすると、1、2、3、4、5、6番目のラのコード A マイナーって言うんですけど、ここから3番目、1、2、3番目を基調にして、ソシャープを絡めるんですけども、E メジャーって言います。A マイナー、E メジャー、A マイナー、トニック、ドミナント、トニック。はい、これが暗いドミナントモーションです。なんとなくわかりますかね。悲しいお辞儀ってやつですね。このドミナントっていうのがコードですごく居心地の悪い場所なんだ。ドミナントで最後終わるとすごく消化不良感が出るってやつなんですよ。だからこの居心地の悪いところからトニックっていう家に帰るとすごく解決した感が出ます。で、このマイムもこの明暗のドミナントモーションが使われてるんですね。ではマイム解説わかりやすくですね、発見のみでちょっと弾いてみたいと思います。3、おい、パー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 パッパッパラバパッパッパラバパッパッパラバパッパッパッパラバパッパッパラバパッパッパラバパッパッパ。わかりましたかね。後半が明暗のドミナントモーション両方使われてるってやつなんですね。なんか一瞬明るくなるんですけど、最後また暗い方のドミナントモーションに行くってやつなんですね。はい、ということでちょっと長くなりましたが、明暗のドミナントモーションの音楽理論はよりどりみどりのイントロ部分に使ってます。よりどりみどりもわかりやすく発見のみでちょっと弾いてみたいと思います。発見のみでよりどりみどり3、はい、ババラバラパパパパバラバラパパパパバラバラパパパパバラバラバラバパパパバラバラパパパパバラバパパパパバラバラパパパパバラバラバラパパパパ。はい、ということでこのシンプルなコードを使いつつ明るさと暗さを両方にじませることができるってやつなんですね。ということでこの明るいところと暗いところを行ったり来たりする感じ、これがちょっとフォークダンスっぽいのかなと思ってこれをちょっと入れてみました。最後はこちらです。ドン、音階をなぞるようなメロディー。これマイムをね発見で弾いてみると分かるんですがね、すぐ隣の音に行く感じの動きします。はい、ここラからいきます。3、はい。マイムペサソンマイムペサソンパパパパパパパラパパパパラパパパパ。ということで発見で弾くと分かりやすいかなと思うんですが、あんまり音の跳躍がないんですよね。音階っていうのは音の階段ですからね。階段で例えるとね、1段飛ばしとか2段飛ばしってあんましない。1段ずつちゃんと登ってちゃんと降りてくるみたいな感じ。これがね、ちょっとフォークダンスっぽいのかなと思って、このよりどりみどりのサビなんかはこういう風に音階をなぞるような形のメロディーになってます。ちょっと弾いてみます。よりどりみどり弾いてみましょう。こんな感じです。はい、ということでこの楽曲は G メジャーっていうですね、この
パシャープが混じるような音階なんですけど、この音の階段を一歩一歩踏みしめて上がったり降りたりしてると、この辺がこうフォークダンスの親しみやすさが生まれるかなと思って、サビとか A メロとかその辺を意識して作っております。はい、ということでお分かりいただけましたでしょうか。では最後はですね、このお茶の間よりどりみどりの MV を一緒に見ようということでですね、では行ってみましょう。どうぞ。フォークダンス的な踊りになってますね。ヘイのかけるね、皆さんでこうなんかフォークダンスの気分でね見ていただけたらと思いますけどね。なりたいできないやってみたい、ヘイヘイ、新鮮な夢あれこれ、いつも非常にカラフルですよね。信じてみれば晴れ晴れ、酸いも甘いも掛け算だけないフルーツです。 1+1 で新しいオリバー、この辺は隣り合った音階をなぞるようなメロディーになってます。パン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 、夢みたいよりどりみどりよりどりみどり、選びきれない全部と不明世界中にパンパカパン、その前にやっぱパン狙え私受け、はい、お茶受け。よりどりみどりよりどりみどり、アメゴさんの歌詞が可愛いですよね。なんまんだ今からスタッタッタなんてこと叶えちゃおうもっとキャピキャピしてますね、皆さんね。はい、ここはね、メイヤーのドミナントモーションが効いてます。あんまドミナントモーションのこと考えながらこの曲聴く人はあんまりいないですけどね。3年、8年、そう日々3年、長いようで2人ね。ここもね、僕も仮歌の時ね、一生懸命ラップしましたね、ここね。自分のことを否定しない計画してるすごい未来ない胸を張って僕はちなみにスイーツはね、キウイが結構好きですね。キウイね、だって小さいよりどりみどりよりどりみどり、皆さんがカラフルでね、可愛く撮れてますね、皆さんね。素晴らしいですね。めっちゃいいね。これはライブ曲として先行でね発表されてましたからね、もう結構おなじみのナンバーになってるのかなと思いますけれどね。ゆかもね、皆さんもこれキャンプファイヤーでね踊っていただけたらと思いますよ、本当にね。桃のように甘い夢の源、一期一会の人生ラップのようなセリフのようなね、一度だけでも不思議なパートです。たくさんらんぼ立ちたいよね、武道館ね、いいよね。立ってるとこ見たいですよね。ワンルーム、ワンルーム、パイナップル、パイナップル、どこにいたってゴーゴー頑張りな。君へ届ける元気の実、さあ、フルーツが散りばめられております。マスカットなし、私の旅は長くても一軸譲れないの、散りばめられております。あ、いくよ。桃色片思いですね、ここね。はい、かわいい。せーの、お茶受け。なんだ今からスタッタッタ待ること叶えちゃおうもっと、かわいいですね。なんかスイーツ関係の CM 来ないかな、これね、本当ね。お待ちしてますよね、本当ね。マイナーで終わる。渋いね。
はい、ということでカラフルでフレッシュで可愛い MV でございました。さあこちら2023年7月26日発売3番目のシングルのね、4曲目に収録されております。今回はクワトロ A 面ということですね。もう初めて聞きましたけどね、もう4曲の新曲が入ってるこのシングル、ぜひお買い得なので、ぜひ買ってください。あとはですね、細かい音楽理論の話しちゃいましたけどね、もう何十回もこの曲を聴いてると可愛い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 の後にこうドミナントモーションっていう風にある日気づく時が来ると思いますんでね、ぜひ頭の片隅にねこれ入れておいてくださいね。はい、ということで初々しいお茶の間のフレッシュな一曲になったのではないでしょうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。動画良かったよと思った方、ぜひ高評価の方、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして感想質問等ございましたら下のコメント欄までお寄せください。よろしくお願いします。はい、ということで本日は以上。また次回の授業でお会いしましょう。さらば。よりどりみどり